100点満点中にしたら 0.002 と。で、レイヤーをグリーンにすると、わーってなるやつ。これ、何の意味があるのみたいな、俺のパパかとばってるな。難しいやろ、似せる。先生は口悪いだけで人は良さそうだから、また言うとる。正直なだけやっちゃってるじゃん。理解されなくて困るわ。口が悪いって、きついことなんか一言も言ってねえよ。きついことってどれどれか言ってみて、きついこと。なんか言った俺。言い直すわ。だってきついこと言った覚えないもん。切り抜きでどれがきつかった？化け物を生み出さないであげてください。それって別にきつい？だって人間描いてると思ってたかもしれへんけど、これじゃ人間じゃないからね。化け物になってるからね。事実陳列罪。それきついじゃないよな。事実っていうのはさ、ほとんど当たり前なことなの。当たり前のことができてなかった自分が恥ずかしかっただけで、きついことでも何でもないの。お前たちが悔しいだけ。何もきついことじゃないやん。例えば、腕も折れてんのに崖登れとか言ってるわけじゃないやんか。夕飯を3分で食ってこいとか、トイレ今すぐ行って10秒で帰ってこいとか、そんなん言ってるわけじゃないやん。何もきついこと言ってないやん。10万点中20点やではきついと思いました。だって、10万いいねが100点満点としてみいや。あれ20いいねぐらいしか取れてないやん。きついかだって、世の中さ、10万いいねとかあるやん。ツイッターなんて100点じゃないんやからな。こっちとら10万いいねとか撮ってるイラストレーターやからね。その間の中で言ってんねんから。あと20いいねぐらいしかつかへんでって言ってんねんからな。論破したったわ。あはは。100点満点中にしたら 0.002 と。はーい。いってらっしゃい。どうやって勝つねんって。だからしっかり頑張っていいイラスト描くしかないわな。たまにプロの先生たちが、聞いてると気持ちいいんだって。かがげさんが土星論吐いてんのが、ボコボコにしてんのが気持ちいいんだって。なんか、やっぱり、先生方もね、これ聞くんやけど、絵が上手くならないんです、とか言ってる奴ら聞くと、もやもやするんやって。すごい。そういうの見かけるだけで。いや、お前ら書いてないだけやん、と思ってんねんて、やっぱり。本音には。頑張ってくださいね、とかなんか言うけど、でも本音的にはみんな思ってんねんて。めんどくせって。またこんな言ってる。スペースなんてほんともう、ほぼほぼやべえ奴らしか集まってないね。ツイッターとかでもな、そうやって、なんかあるじゃない。絵描きさんも見るわけよ。で、絵描きさんも見て、そこの絵描きさんのところを見て、じゃあその下の方にさ、こうやったらできるんですね、すごいですみたいな感じで言ってる奴らいっぱいいるわけだ。いろんな子たちが。その子らのを見たらさ、いや、お前らはこんなん見てもわからんやろみたいな。そもそもまともな絵一つも描けてないやん、みたいな。人たちを見ると、やっぱモヤモヤするんや。どうしても。何も努力しないやん。モヤモヤするのよ、やっぱり。その時に、かげさんの配信を見ると、すっげえ言いたいこと言ってくれててめちゃくちゃ気持ちいいとは言われる。自分も気をつけようってなるし、ほんと言いたいこと言ってくれるからすごい気持ちいいって言って。ああ。でもさ、なんかショートとかでバズってる加工みたいなんあるやん。なんか顔の周りがふわってなるみたいな。あれでびっくりするんやな。あれ何ってレベルであんま大して変わってないよな。あれ、あんま理由分かってないよな。それ使ったからなんなんて言って、いや、とりあえずなんか薄くなってるだけやでっていう、そうそう、青と赤のやつね。うわーとか言ってるけど、使い方間違ってるの結構多いで。あれね。良かれと思って全部に使って色真っ白系になるやつは絶対そうやな。あれで50万再生とかされてるの、なあ。いや、ほんとね、絵が上手いっていうレベルっていうのが、俺らからの視点で言うと、もう5点上がったぐらいで、めちゃくちゃ上手いって言われるのよね。真ん中を赤にして、グリーンかけてたっけ？いや、これ、何のためにやるかっていうと、これな。じゃあ、せっかくだから教えてあげよう。せっかくだから。あれ教えてあげよう。あれどういう原理なのかな？これショートにしてもらうか。ちょっとこれ、今ちょっと、やってるね。なんか最近ショートで流行ってる顔のあたりを青くして真ん中を赤にするこれでレイヤーをグリーンにするとわーってなるやつ。これ何の意味があるの？これ本当にすごいのか？正直変わってるのよくわかんねえっていう人多分めちゃくちゃいると思うんだけど、これね、青と赤使ってたよね。これ青と赤。この配分やと顔にしか使えない。っていうのは、これっていうのはなんで顔だけにあれやってるかっていうと、あれは顔の赤みが強くなって、周りに青色を追うことによって、青と赤入れてるから、コントラストがついてるから、じゃあ顔のあたりが血色よく見えて、で、周りが青く沈んでるから、さらに血色がね、よく見える。色の差がついてる。だからこのやり方は顔にしか適用される。というか肌のあたりにしか適用されない。これを全体的に文字をやってしまうと、どうなるかというと、同じことをやるとな。
で、スクリーンにすると、はい。色がこんなことになっちゃうわけよ。全体的に赤みになっちゃって、配色が残念なことに。これは、ほとんど顔にしか使えない。このやり方やったら。使うんだったら肌だけ。で、別にこういう青いキャラやったら、顔だけやりゃいい。何でもかんでもやるんじゃない。やる必要特になし。こんなもともと青いキャラやる。あれはやるのは、肌ツヤが良くなるってだけ。はっきり言って。それだけ。で、なんでオーバーレイじゃないんだろう。はい。そこも言ってあげよう。なんでオーバーレイじゃないかっていうと、はい。ほとんどのショートで上がってるキャライラストって背景白やからさ、グリーンにした方が色馴染んでよく見えるから。背景白やから、白っぽくなった方が馴染んでよく見える。だから別にオーバーレイでも別に構わん。赤と青じゃなくあっても別にええから。俺やったら黄色入れるけど、このキャラ。黄色の方が絶対肌つやよく赤い。いい感じに見える。これだったらちょっと顔色悪く見えるけど、黄色をちょっと入れてあげたら綺麗に見える。なんでこの子は黄色なの？カラーサークル見てみる。この子の色って大体青や。じゃあ、これより離れた方が、コントラストが強く見えるから黄色になる。簡単な話。赤やったら近いやろ。だから、より離れてる黄色っぽいやつを選んだ方が、コントラストがはっきりして白く見えるってな。適当に使ってちゃいけないよと。はい、この情報は永遠に使えるから、リース代金として、まあ、23,800円ぐらいかな。よろしくお願いします。はい。一生使えるからな。やったやったぜでも、あれやな。よくわからんショート動画言ってくれたら、解説今度したるわ。みんななんか発見してきて。何あれってやつ。最近イラスト添削で人の絵をクッキングパパ扱いしてるよくわからない動画見て解説したいです。解説しようか。今日はダチョウさんからですね。これはですね、少女の肩幅じゃないですね。もうなんかすごい四角くなってるやろ、こうやって。クッキングパパみたいな顎になってるやろ。もうここにほら、クッキングパパがいるやろ、ここにほら。ほら、クッキングパパ。ちょっとスネ夫みたいになっちゃったけど。そういう状態にはなっちゃいけないよね。女の子の肩にクッキングパパがいてたらおかしいもんね。まずはここ直してから、次に行ってみましょう。はい。じゃあ次のクッキングパパを探しに行きましょう。はい。俺な、今度会った時な、もうちょっとちゃんとクッキングパパ描きたいから、ちょっとクッキングパパの練習しとくわ。やっぱりね、一回だけクッキングパパちょっと模写しとこう。適当に描いたらあかんね、やっぱり。似てないもんな。スネ夫に似てたもん。ちゃんと本家を使うんだったら、ちゃんと覚えとかんとな。クッキングパパ。クッキングパパって、ほぼ左向きしかない。9割左向きや。俺こう書いてたやん、クッキングパパ。今、クッキングパパって画像で調べたら、9割ぐらいこっち向きやねんけど。なんか俺ずーっとこっちのイメージやったけど、左向きで書かんなあかんねんな。勉強になった。なるほどな。そうなんあ、はい。なるほどな。クッキングパパの顎は耳よりちょっと下。みんなで書けるぞ、これで。クッキングパパは耳から始めた方がええわ。耳書いて、このちょっと下あたりから伸ばして、ここに繋げていけば、これでクッキングパパの顎ができる。この理論でいける。で、ここが3つ。で、この伸ばすやつが耳より下ぐらいまで伸びて、で、この顎がだいたい2本ちょっと未満ぐらいで、3分の2ぐらいのところでカーブする。で、その真ん中の前髪と眉毛をつなげて、太眉になっていて、目開けてから落ちてるんや。目玉親父と同じ現象なんや。クッキングパパの出来上がりや、これ。みんな覚えた？クッキングパパのバランス。クッキングパパ、完全に攻略法ある。なるほど。見ずに書いてみるか。まず耳書いて、ここにもみあげがあって、で、この耳の横ら辺にチョゴがあって、で、前髪を描く。で、この垂れたやつが耳のこの辺りで、ここで一気につなげていく。60点だな。この距離間違ってたな。ここが難しいな。真ん中具合が難しいな。ここをクリアできたら、なんとかなりそう。クッキングパパなんとかなりそう。難しい。あ、でもあれか、ここを鼻から描いた方がいいの。ほら、2回目よりは、ほら、うまい。ええ感じちゃう？あ、耳の中描いてないせやつや。耳の中なんかすごい長え6みたいなのを描いてこうや。あ、俺忘れてた。一本今見た忘れ。ここにピンってあるわ、ピンって。もうちょっと長いな。思ったよりやっぱ長いな。大体、顎の大きさをちょっと合わせてみたらいいね。やっぱちょっと長いな。やっぱ師匠はちょっと違うな。まだまだ60点やな。難しいやろ、似せる。だな、俺のパパ角張ってるな。あとはこれやな。ヒュイヒュイってこう入れると、クッキングパパに。よし。クッキングパパ。時折テストしよう。クッキングパパテストしてもらわな。
じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、みんなもね、頑張ってクッキングパパ書いてください。クッキングパパは左向きで書かなあかんということもよくわかりました。